にちは、池田真子です。今回は YouTuber 兼整理収納アドバイザーのお部屋紹介ということで、収納ルームツアーをしていきます。普段は100均マニアとしてたくさんの100均グッズのレビューや活用法などを紹介しているんですけど、このお家もほとんど100均グッズで収納しているので、そういったアイテムや収納アイデアも参考になればいいなと思います。では今回はリビングと寝室を中心に紹介していきます。ではリビングこちらです。こちらのお部屋はボヘミアンを意識したお部屋になっています。ではちょっとまずメインのデスク周りというかテーブル周りから紹介していきます。もう普段はここで撮影したりとかご飯食べたりもしているんですけど、まずこのテーブルから紹介します。でこのテーブルはもう私がいつもテーブル周りで何かしらのものを置いたりとかここで出し入れしててするので、この棚付きのテーブルを選んでいます。でこんな感じでケースを使って収納しています。でまずここから見ていくと、こちらは IKEA のケースにこんな感じで文房具とか撮影の時に使うコスメとかを収納しています。でこちらがダイソーのケースになっているんですけど、もともとはこういう仕切り付きでですね、整理トレイでこの中にこんな感じでこのコーナーガードっていうのを切って、でこんな感じでつけています。そうするとペンとかがこんな風に斜めに収納できて浮かせられるので、このままさっと取り出しやすいようになっています。これおすすめです。でもうハサミは隙間に入れてて、これ幼稚園のハサミでその隣も同じように斜めに収納していて、こっち側はセリアの推し活グッズのところで見つけたなんかスタンドなんですけど、それがこの幅が収まるので仕切り代わりにしています。でこう立てかけるとこんな感じで取り出しやすいです。あとはこう消しゴムのカスとか出た時はダイソーのこれでお掃除したりとか髪の毛整えたりとかもするので、リビングで使うものを入れてます。でちょっと目隠しをします。でその隣は撮影で使うものとかをもう全部まとめて収納しています。これでスマホ立てて詳細チェックしながら撮影したりとかいろいろありますね。でこの下にはダイソーのケースを貼ってこんな感じで引き出せるようにしています。でこの中にはサプリを入れているんですけど、いつもご飯を食べた後サプリを飲み忘れちゃうっていうのがあったので、ここに収納してからもう飲み忘れなくなりました。もうこのままさっと取り出せるので、もう取りに行くっていう手間も省けるし、いつか思い出してもまたその時にすぐ飲めるので、これもめちゃくちゃ便利です。でこのテーブル自体に電源タップを浮かせているので、そのままこのよく使うスマホのケーブルはこんな感じでダイソーのクリップでまとめられるようにしています。でこのままクイッと止めれます。でここに電源タップを浮かせているんですけど、これはダイソーの商品を使って浮かせています。ここで撮影するときはもうこのままだし、向こう側で撮影するときはもう外してこれごと向こうに移動するっていう感じで取り外せるようにしています。あとはこれキャンドゥで売っているものでラベリングをしたりとかするとスイッチを押すときに分かりやすいです。あともう一つ、これもセリアやキャンドゥで売っているケースに撮影で使うものを入れています。で反対側に 3COINS で買ったゴミ箱をかけています。これはダイソーのフックと、あとこのダブルクリップを使ってこんな感じで引っ掛けられるようにしています。結構デスク周りでこう100均グッズとか紹介した時とか、ティッシュを使った時とかもゴミが出るんですけど、その時にこうパッて捨てられるのをここに作ってます。である程度ゴミが溜まったらそのままリビングのゴミ箱に捨てられるので、こんな感じで使っています。あとは足にマグネットパネルを取り付けて、こういう電気のスイッチをこんな感じで固定できるようにしています。結構ねこうリモコンとかってなくしがちだと思うんですけど、こういう風にこうどこか定位置で浮かせられる場所とか収納できる場所っていうのを決めておくと、すぐ使いたいっていう時にあれどこやったっけっていうのがなくなるのでおすすめです。次はこちらの棚を紹介します。まずこの真ん中の引き出しなんですけど、ここには帰ってきてバッグの中身を一度出す場所になっています。でその日によってその持ち運ぶものとかも変わるので、例えばたくさんバッテリーがいる日とかだったらこういうのから取り出したりとか、あとはなんかその日によって使うものっていうのが違うので入れ替えたりとかしながらここで作業しています。でこちらの引き出しの中は普段お仕事で使うものとかを入れています。これは今コラボの商品を作らせてもらったりとかしているので、そのサンプルの生地とか、あとこちらはちょっとまだ発売前なんであれなんですけど、私は結構こういうのを作りたいっていうのをもうがっつり細かく絵で描いて、でこういうのできますかみたいな感じでやるので、そういう資料とかが入っています。
なのでこれを書くときに一緒に使うペンセットみたいな筆記用具もここにまとめてます。一緒に入れてます。でお仕事の時はもうこれごと持っていくみたいな感じでできるようにここにまとめてます。で一番下は結構ここの中身を全部出して収納の使用シーンとかを撮影したりもするので、そういう時に使う備品みたいな感じでノートとかも置いてます。はい、続いてはこちらです。ここには基本的にリビングで使うものを収納しています。まずこのケースの中には結構私はねもうざっくり入れる派なのでもう溢れてきてちょっとここは買いすぎって思うと思うんですけど最近ジェルネイル剥がせるジェルネイルにハマってて、それでちょっといろいろ買ってちょっとまた整理しないとなって思ってるところです。でもこんな感じでケースで仕切りながら収納しています。で隣のケースはこれもリビングで結構眉毛の脱色をしたりとか、あとはこのネイルの時に一緒に使うコットンとか、これも眉毛の時も使うのでリビングにあったら便利なものみたいなのを入れてます。あとはバッグの中の仕切りとして使うポーチとかも一緒に入れてます。だから結構こう結びついてるみたいな感じですね。で下はお風呂上がりとかにストレッチをするのに使うようなものとかを置いています。結構こういうのも何回か場所を移動させたりとかもしてたんですけど、結局ここにあるのが一番使いやすいなっていうので置いてます。こういうのとかもストレッチとかするついでに一緒に使ったりもしてます。はい、あとコロコロのテープとかもここに収納しているので近くにストックも置いています。はい、続いてはこちらです。ここはもう中身の入れ替わりが一番激しい場所で、撮影で使う購入品とかこれから素材取りをするやつとかっていうのを収納しています。ざっくりセリアの購入品とかダイソーの購入品みたいな感じでまとめてたりとか、ちょっと今大きいのでダイソーがこっちにあったりするんですけど、買ってきたものを入れるっていうのと撮影した後素材取りをするものをまた下に入れたりとか、ちょっとごちゃっとはしてる部分なんですけど、ごちゃっとして中身が入れ替わりやすいからこそこういう扉でもうしっかり目隠しできるっていう感じにしています。結構よく使うものほど見える場所にあった方が出し入れはしやすいんですけど、その分乱れやすかったりもするので、そういうものこそ隠す収納ができると中乱れてても最悪生活するときはすっきりできるので、綺麗なお部屋を保ちやすいと思います。これで1個分の動画みたいな感じで分かれています。はい、続いて棚下いきます。これは 3COINS のケースでキャスターをつけて動かせるようにしています。でちょっと目隠しのために今これを入れてるんですけど、中には靴を入れています。でこれ本当はもともとは自分が欲しくて可愛いから普段履こうと思って買ったんですけど、撮影の時にめちゃくちゃ使えるなと思って外で履くのをやめた靴ですコーデ紹介とか普段するので、そういう時に使うように置いています。はい、こんな感じです。で隣のケースは今は空なんですけど、ここも購入品とかこれから素材取りする時用のスペースとして置いています。結構買うものによってはもうこの中に収まらなかったりとか、なんならもうケースに入らない時とかもあったりするので、もうそういう時は撮影するまで片付けれない状況にはなるんですけど、基本溢れないように極力こういう風なケースとかで目隠しをして普段生活する時は極力快適に過ごせるようにっていうのを意識しています。でこのテレビ裏に置いているのは全部撮影で使っている靴です。でこの中はちょっとギュッとはなってるんですけど、それぞれ袋に入れたりとかしながらまとめているのと、あとここももう布でガバッとかけているんですけど、これから秋冬になるのでコーデに使うものを収納しています。で結構洋服のタグを切ったりとかもするので、ハサミとゴミ箱もこんな感じでセットしています。これはセリアの商品です。でコーデ中に脱いだ靴をここに置くみたいなスペースにしています。でこちらに置いているのは商品の物撮りとかするときはこの棚に置いたりとか、こっちの棚は撮影するときに商品を置いておくスペースみたいな感じで使っています。あとここに前に動画でした乾燥機を置いて使っているんですけど、そのケーブルが結構邪魔になるなと思ったので、こんな感じでセリアのカモアイフックを使って、あとこちらも本当はお掃除道具とかをこう引っ掛けて浮かせられるようなものなんですけど、ちょうどこのコンセントが通ったのでこんな感じで引っ掛けて使っています。これは 3COINS のメッシュ素材のカバーです。でこちらをこう引っ掛けてちょっと隠して、で普段はこんな感じで目隠ししています。そうするとケーブルも浮かせられるのでホコリがたまりにくいし、ちょっとさっきのカバーをすることでおしゃれにもなります。でここが普段のコーデ撮影をしているスペースになっています。
で、ここが今コラボでやらせてもらっている商品なんですけど、撮影の背景にこんな感じで並べています。本来はキッチンの隣なので収納場所としては適してないんですけど、あくまで撮影する場所っていうのが私はベースにあるので、今はここに置いています。はい、次が寝室です。で、こちらが普段使っているバッグを置くスペースになっています。今ほとんどのバッグをさっきのところに並べているのでスカスカになっているんですけど、こういうポールを使ったりとかかけにくいものとかはこの無印の棚に置いています。で、セリアのこちらのフックはこういう風に90度に曲がっているので、クローゼットとかにかけた時もかさばりにくいし、バッグの持ち手とかも曲がりにくくてすごくおすすめです。で、これはちょっと今サンプルなんですけど、こんな感じでかけています。で、隣がドレッサーです。これはもうずっと一人暮らしを始めた時から使ってるんですけど、 IKEA のドレッサーになっています。はい、中はこちらです。で、このコスメの収納する時のポイントは、使う順番に収納するっていうのをしています。そうするといつもこうメイクをしてて、なんかチーク塗り忘れたとか眉毛かけ忘れたっていうことが起こったりするので、そういうのもこの順番通りにしておくと、忘れずにこれ通りに使っていくと自然とメイクが仕上がるっていう感じにしています。急いでる朝って結構頭がいっぱいいっぱいになったりすることもあると思うので、これだったらもう考えずに行動できます。で、細かいマスカラとかアイライナーとかこう定番で使うものっていうのはもう全部こちらにまとめています。なのでメイクするときはもうこれごとパッて取ってこの中からメイクしてみたいな感じにしています。で、他のものはもう順番通りに使うっていう感じですね。で、ケースはほとんどこのセリアのケースを使っています。このクリアケースのシリーズでスリムとこれの浅い版もあるので、それを組み合わせて使っています。で、中にこのセリアの L 字式リータっていうのを使うと、こういう感じで中で仕切って使うことができます。例えばこういうメイクブラシとか入れているところは下に替えとか、あとはこんな感じのビューラーのゴムのストックとかも一緒に入れています。で、手前に普段使っているコスメとかを入れていて、奥にストックとか、結構 IKEA の引き出しが引き出せる部分が狭いので、奥に使用頻度の低いものとかストックを収納しています。あとこれもすごく便利で、これも100均で販売されている付箋ケースなんですけど、これはこんな感じで片面にヘアピンを収納して、もう片方にヘアゴムみたいな感じで分けて収納しています。こういう時のために商品名が分かるようにシールを貼ってたんですけど、剥がして貼ってしてるからちょっとくしゃくしゃですね。こちらのケースはもともと仕切りがついているタイプのケースになっていて、もうこれ仕切りが好みの場所で動かせるので、リップとかも倒れずに収納できます。あとはこの上の場所はこの引き出しの中には収納しにくいものとかよく使うものを入れているんですけど、例えばこういう日焼け止めとかは生活感が出やすいので、この100均で昔買った麻の布っていうのを切ってこんな感じでカバーしています。あとこれは昔使ってたフィックスミストみたいな感じのスプレー容器だったんですけど、ちょっとゴールドが可愛かったので今中にアルコールを入れて、ここでお掃除をするようにしています。このデスク上とかミラーとかを拭いたりとかしています。これはインテリアと見せかけてミラーです。ヘアアレンジとかした時とかは後ろをこれでチェックします。で、下にもたくさん実は収納しています。はい、まず、これはティッシュを針金、100均の針金で通して浮かせてます。で、これは今の何も入れてないんですけど、3COINSのケースと、ここに撮影の時に使うカメラとかレンズとか、普段はあんまり使わない使用頻度の低いものを収納しています。で、その下には、ここはね、インテリアのストックを置いています。結構撮影の時にその使用シーンでイメージとして小物も並べながらこういう風に使えるよとかっていうイメージを取ったりするので、そういう時に置いてたりとか、あとはお部屋の季節に合わせて入れ替えたりもするのにも使っています。で、こちらのケースにはメイク用に使うストックです。こういうスポンジとかコットンとかを収納しています。で、こちらのスペースもマグネットが対応するのでこんな感じでかけているんですけど、まず手前から行くとこれが iPhone のケーブルですね。ちょうどこの止めるところが引っ掛けれるのでこんな感じで引っ掛けて浮かせています。で、真ん中はこれはセリアの車コーナーで見つけたクリップなんですけど、こんな感じでゴミ箱を挟んでメイクの時に出るゴミを入れています。結構ね、マグネットこれすごいしっかりしてるし角度も変えれます。あとストレートアイロンもたまにしか使わないのでこんな感じでかけています。
はい、あとアイロンつながりでこちらも紹介すると、これが普段使っているコテなんですけど、このリファのやつだったらスタンドが売ってて、でこれを使うことでもう使った後置き場に困らず、そのままこう冷ましながら収納できるので、これすごく便利でおすすめです。はい、あと隙間にフックを使ってお掃除用のモップとか拭く用の布巾とかも収納しています。はい、あとこちらはニトリのアクセサリーボックスになっています。でこちらを開けるとネックレスとか細かいピアスとかリングを収納しています。でこちら側が全体的にこういうチェーン系のネックレスみたいなのを収納していて、反対側はこう真ん中にポイントがくるようなものを収納しています。でこういう風にチャック袋に一個一個収納しておくことで酸化を防げるっていうのと、あとは私このまま持ち運んだりとかもするので、例えば旅行の時とかもそうだし、あとはこの袋ごとも持って行っておくと、例えばアクセサリーを途中で帰り、例えば外したいってなった時もこの中に収納できます。でこちらがピアスです。この無印のトレイを使うことでアクセサリー同士が混ざらずに収納できます。はい、こちらは大きめのピアスです。これも極力こういう袋に入れて収納しています。アクセサリー好きなので多いですね。でここがブレスレットとかですね。で最後がちょっと大きめのネックレスとか時計です。はい、続いてこちらの棚を紹介します。でもこの中は全部100均グッズで収納しています。てかもう全部セリアですね。もうこのケース全部セリアで購入できます。でちょっと順番に紹介していくと、はい、こちらがネイルポリッシュになります。さっきリビングではああいうジェルネイルをするんですけど、こういうネイルポリッシュは結構私寝る前にすることが多いので、この寝室のところに収納しています。でここのゾーンも結構撮影のために多めに置いてたりとか、素材用に置いてるっていうものが多いので、ポストカードとかもあるんですけど、こんな感じで入れてたりとか、これもそのまま入れちゃうとちょっと奥のもの取れなくなるので、100均のパッケージをそのまま入れてて、これで引き上げれるんですよ。で底上げしつつこうやって探せるようになってます。その時の素材のイメージに合わせてポストカードも変えたりとかしながら撮れるので、こんな感じです。でこれも素材の時によくテープを使うので、こんな感じでセロハンテープとかアクリルテープとかも置いてます。この辺はね結構ざっくりです。はい、こちらもここは文房グルーになっているんですけど、これもケースをこう使って仕切りすぎると今度逆にそれがかさばったりもするので、これも今はちょっとねなかなか見かけないんですけど、仕切り今やったらセリアでゲーム用のこういう仕切りがあるので、それをパキッと1個切って、こんな感じで部分的な仕切りを作って収納しています。こちらもハサミがこういかないように仕切りをポイントで使ってます。これもセリアの仕切りですね。で文房具収納みたいなの撮る時とかはもうこれごと持って行って向こうの部屋で撮るみたいな感じで撮影しています。でここはメジャーとか、ここに入りきらないものを入れてます。であとはもうこれもセリアのケースに裁縫セットを入れてたりとか、ここはもうラベリングしてないんですけど何でもセットこまごましたものを入れてたりとか、あとヘアアクセサリー、これも素材で結構使ったりするので入れてたりとか、ここも雑貨類を入れてたりとか、一番下もこれは名刺ですね。名刺ケースと名刺も一緒に入れてます。で下は書類を収納しています。で、こんな感じでこれもセリアで販売されている仕切れるものがあるんですけど、これを使ってこんな感じでラベリングして、例えばお片付けサポートだったらそれをそれぞれクリアファイルで分けて、でさらにこういつのとか誰のとかを分けておくと分かりやすいみたいな感じにしてます。過去のコラボ商品とかもこんな感じで分けてたりとか、でセミナーの時に使うやつとか、あとはストックのクリアファイルとかもこんな感じで入れてます。こういう形で他のところも収納しています。でこちらはすべてセリアの A4 キャリーケースを使って収納しています。でこれはね扉を開けてまた扉みたいになっているんですけど、もともとは前の家で別のところで収納していたものをもうそのまま入れているので、こういう形になっています。ただこれが意外と使いやすくて使用頻度がそんなに多くはないんですけど、使うってなった時にこれごとこう持って行ってリビングで使ったりとか撮影したりっていうのができるので意外と便利です。でこういう風にそれぞれラベリングしているんですけど、例えばここを開けるとこんな感じでラッピングする時とかお手紙書いたりとかする時に使うセットが入っています。で、これは今全部クリアファイルを使って仕切っています。でクリアファイルの片面をちょっとこうカーブがかるようにこれカットしているんですけど、そうすることでこんな感じでポケットが作れるんですよ。
なのでここで収納するのと、その上もまたクリアファイルがあるので、ここでまたステッカー類を収納してっていう感じで分けて収納しているので、これ多分閉じてこうやってぐちゃぐちゃとかなったりとかしても、でもこんな感じで、はい、開いた時に他のものと混ざらないっていうような形になっています。でこんな感じでざっくり収納しています。はい、続いてこちらです。ここは付箋とかカード類とかも収納しています。でセレアでこのケースと一緒に使えるこの中の仕切りになるケースも販売されているので、中が混ざらないように収納しています。この辺りは結構普段の動画でも見かけたことあると思うんですけど、撮影で使う時にもこのまま持っていってこうペンケースに入れたりとか、これを容器に入れたりみたいな感じでできるのでめちゃくちゃ便利です。その他も同じような感じで書類ごとに分けながらざっくりと収納しています。でこの下は結構収納の時に使ったりとか、チャック袋とかドライバーとかも入れてます。はい、こちらがマグネット系とクリップ系とかを入れているんですけど、これも撮影の時にこういうマグネットパネルがいったりとかクリップ使ったりっていう時に手前にラベリングをしてあったりするので、それぞれ探しやすいです。あとこれクリアケースの方がケースを開けなくても物が探せるので、さっきのところやったらだいたいこう中に入るものが一定なんですけど、こういうのはこの細々したものもより分かるので見やすいっていうのがいいですね。でもうこの辺とかもほんまにざっくりなんですけど、こういうフック系とか、あとここはドライバーとか電池とか細かいものを入れています。結構なんか私すごい整理収納アドバイザーみたいな肩書きがついてきっちりしてるイメージを持たれたりもするんですけど、実はめっちゃざっくり大雑把なところもあるので、もうケースに入れば OK みたいな感じでもうガバッと入れてます。で、分かりにくくなりそうなものは一緒に袋ごとにこうまとめたりとかして入れてます。結構中身が入れ替わりやすいものほどこう定位置決めてもどうせまた買って入れ替わってってなるので、もうざっくりこのスペースこのスペースってやる方が大雑把な方とかはざっくりしてる方がいいと思います。これもそうですね。だからこれもテープがすごいこんな感じでストックも含めて入ってます。ここがチャック袋なんですけど、これもよく使うチャック袋とかはちょっと分かりやすくしてて、こんな感じで中にクリアファイルを入れているんですけど、クリアファイルにこうサイズを書いて、でこのままじゃあ B8 とか、じゃあ例えば B7 やったらここで取り出すみたいな感じで分かりやすいようにしています。で裏にそれぞれのパッケージの紙をこう入れた袋を残してあるので、実寸大というか、これ見てじゃあこれ使おうとかこれ使おうっていうのも分かるし、これパッケージを切ったやつを中に入れてるので、次じゃあ B8 を買ったらいいんやとか、これそもそもセリアで売ってたやつやなっていうのが分かるようにしています。でこれは確か旅行コーナーとかにセリアやキャンドゥで販売されているものなんですけど、こんな感じでちっちゃいバージョンのチャック袋を入れています。でここはもう開けっぱなしにしているんですけど、こんな感じでまとめてて、でこれゴムで留めれるようになってるんですよ。でこれ全部上からもうこんな感じで取り出せるようにしています。でこれもパッケージが見えるようにしているので、この中からサイズが分かるようになっています。なので見てもらっても結構きっちり収納しているところとざっくり収納しているところっていうのが分かれてると思うんですけど、そういう風に普段使う頻度だったりとか、自分の性格に合わせた収納を作るっていうのがおすすめです。でこちらが普段寝ているベッドです。これねちょっと高いなって思うと思うんですけど、実は無印の足つきベッドの上に PR でいただいたマットレスをそのまま乗せて2段で使ってます。初めてこの家に引っ越してきてすぐ足つきのベッド買ったんですけど、その後にすぐこのマットレスを紹介する動画を撮らせてもらって、それがめちゃくちゃ気に入って、でこれはいつかどっちかを処分しようかとかも考えたんですけど、でも意外と例えばお泊まり会とかそういう時にこのマットレスだけ良ければ2人寝れるんですよ。なので意外と使えるし、私あとこの高さも気に入ってて、なのでもうこのままずっと使ってます。結構昔から高いベッドで寝てたので、その癖でやっぱ高い方が落ち着くというか気持ちいいです。マットレスはリムネンのマットレスを使ってます。であとはクッションをこうやってたくさん並べるのが好きで、こんな感じでちょっとインテリアみたいな感じに使っています。結構海外の方のお部屋とか見てるとクッションわーって並べてるのがあって、それをずっと一人暮らししたらやりたいと思ってて、でこんな感じで飾ってます。で向こうのリビングのクッションとかも入れ替えながら使っています。
はい、ということで今回は収納ルームツアーを撮ってみました。収納する時のポイントはまずそれぞれのものの定位置を決めておくと、またこれ取り出す時も片付ける時も迷わなくなるので、普段探すっていうのをなくせます。あとは使う場所の近くにそれぞれ収納しておくことで、その行動も早くなるし、お片付けする難易度も省けるので、お部屋が乱れにくくなります。で、特に物の入れ替わりが激しいところっていうのは乱れがちだと思うんですけど、そういうところほどざっくりした収納、もうぎっちりしすぎないとか制限をかけすぎないっていう風にした方が維持しやすかったりするので、場所に合わせて見せる収納、隠す収納もそうだし、きっちり仕切る場所とざっくりの場所っていうのもちょっと分けながら収納を考えてみてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、ハイプで応援もよろしくお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。